経済発展という悪魔と遊んだんですね。悪と遊んだんですね。罪と遊んだんですね。これは物質が神様やと思ったんだから。コロナで夫が家にいるようになり、毎日ストレスです。昔のような恋愛の気持ちはすでになく、冗談や世間話をするのも苦痛でした。コロナで外に出られず、3食顔を合わせ、家の中ですれ違う回数も多くなって息を止めて歩いています。自分は勝手だなと思う反面、無常ってこういうことかなと考えたりしています。別に夫を生涯愛さなければいけない決まりもないし、お金があれば離婚するのにな、コロナが終わったら働こうと思っています。離婚するまでの期間、嫌いな人夫とできるだけ心穏やかに暮らすにはどうしたらよいですか、という質問です。一般的だと思いますね。特別に変な質問ではないというような気がします。では仏教的には一般論として答えます。あまり個人的にガチャガチャ言っちゃうとまた私が非難されますからね。これで論理的なところは、私たちはこの人と仲良くすることがあまり上手じゃないんですね。下手なんですね。それからその問題が出てくるんですね。では答えは人と結構うまく仲良くすることではないんです。そういうふうな決まった答えはないんです。だからある程度で私たちは自分に関係ある人々と仲良く軽く空気のようにぶつかることなく生活しなくちゃいけないんですね。だからといってどんな人とも仲良くしてやるそうっていうことはあまりいらないんですね。それから次のポイントはどんな人間関係であっても煩わしいことが必ずありますよ。人間に限らずペット飼ってみたっても 100% 可愛いだけでは済まないんですね。めんどくさいところは当然ありますよ。だから生命っていうのはそういうことでね、鳥たちは外で飛んでいるのを見ると可愛いなと思うかもしれませんだけど、自分たちがもう何かインコとかなんとか飼ってみちゃうと大変なんですね。いろいろ問題が出てくるんで、インコにしたっても迷惑もいい加減な迷惑で、飼ってる人にとってもそれぞれいろいろ面倒見てあげなくちゃいけないし、部屋で話してあげるとあちらこちらフグつけちゃうし、だからいかなる人間関係で限らず、いかなる生命関係であってもそういうふうな煩わしい面もあります。助かる面もあります。両方考えておかないとね。ですからその理解が必要なんですよ。だからこうしましょうああしましょうと、例えばお金があったら離婚した方がいいんじゃないかなと、そうじゃないんですよ。そうすると新たな問題たくさんが出てくるんですね。離婚しないで夫婦生活したところでトラブったんだからね、一人になったらまた別な形でそのトラブルが起きてきますよ。逃げられませんね。どう見たっても人間関係気づかなくちゃいけないんだからね。だから全く得体知らない人々と仲良くするよりは、もうずっと仲良いと、もうはちゃめちゃ知ってる人々とそれなりに喧嘩しながら一緒に生活する方が相当楽だとは思いますね。相手のこと知ってるんだからね。長く一緒にいるとみんな感情で見ていて失敗するんですね。で仏教的に言えば長く一緒にいると結局相手のことを全部なんかパターン分かってしまっちゃうんですね。どんなことやったら分かるのか、どんな時はアホなバカなことをやるのか、どんな時は賢く行動するのか、どう頼めば言ったことやってくれるのか、どんな言葉間違ったらもう腹が立ってどうにもならないのかとかね、どんな食べ物を好むのかね、何時間で食べるのを好きなのかとかね、もう何から何まで分かってしまっちゃうんですね。だから自分にもそれなりに生活パターンがあるし、他人にもそれなりの生活パターンがあるし、調和を保さなくちゃいけないんですね。オーケストラと比較してみてください。オーケストラの楽器っていうのは
それぞれ互い違う音を歌っているんですね。全ての楽器同じ音を歌ってるわけじゃないんですね。だからクラリネットとバイオリンがものすごく違うしね、バイオリンとドラムセットはものすごく違うしね。でもみんなオーケストラの中で楽器たちはね、仲良くうまく生きているんですね。ですから私同じっていうことはありえないし、気持ち悪いしね。だから面白いことは各生命が違うんですね。個性があるんですね。だから人に文句言ってはいけませんよ。だって自分に個性があるんだからね。それは何と言ったっても変えませんだからね。自分だけ自分の個性変えず他人の個性にごちゃ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 言うのはね、あんまり意味がないんですね。ですからオーケストラの楽器のことを思い出してね、上司に調和を保つということが我々人間関係の中でありがたいんではないかなと思いますね。今どんな家庭でも結構トラブルが起きてるんだと、なんだこれっていうふうに言うのもいいんだけど、私に見えたのはもう私たちにとっては全然それは何がトラブルかとね、仕事ができなくて収入がないことはとんでもない迷惑なんですけど、一緒にいることはそんなに大げさな問題ではないと思いますけどね。これはこの国と国の差もありますからね。日本はこの個人個人で孤立した生活する風に進んでったんですね。我々は現代この欲を基本的に欲が正しい、貪心地が正しい、逆に空色が正しいという現代思考に基づいて、その哲学に合わせて経済発展という悪魔と遊んだんですね。悪と遊んだんですね。罪と遊んだんですね。ビーナスのお風呂に入ったような感じなんですね。それからビーナスに感染したって今更泣いたってもね、どうしようもないんですね。私には言葉があるんだけど、ネット中継だからあまりできるだけ優しいことを使います。だから日本も流れに流されちゃって孤立した生活になってしまったんですね。これは物質が神様やと思ったんだから、物質を得ること大変で、だから2人3人いると物質が分けてもらわなくちゃいけないんですね。だからできるだけ一人一人になっちゃうんですね。結婚したらもう親を離れて別所に独立して生活、それこそかっこいいやと。昔だったら結婚してたって同じ家にいるんですね。そうすると採算は独り占めにできないんですね。分けてもらうんですね。だからその場合は昔だったら仲良くすることが大事なことで、好き勝手にお腹いっぱい食うことはそんなに大事ではないんです。で、米がそれほどみんなに腹いっぱい食べるぐらいなかったら、みんな均等に分けてもう食べちゃうんですね。だからそういうふうにそれより喧嘩するなよと。食べ物をかなりなかった時代ではね、お腹が私にもう一つちょうだいと言うなよと。みんなに同じく分けてるんでしょうという、そこら辺で別種な道徳が現れてきて、仲良くすることは大事だからね、人格性格的によく立派になるんですね。それはなくなってるんで、今はね。今の質問の具体的なケースで、からどうですかね、旦那さんも家の仕事を任しちゃえば、あなたはこれ担当だとかね、もういろいろ仕事を考えて、もう仕事を任ってあげてください。管理してください。家のお子さんっていうのはもう独裁者だからね。結局家族の。だからいろんな洗濯物も頼んだり、アイロンかけを頼んだり、庭とかあったならばね、庭で野菜育ちなさいよとかね、いろいろ仕事をさせたり、掃除させたり、天井の掃除でもね、屋根の裏の掃除でも何でもいいんだから、普段できない、手に届かない業者に頼むことでもね、頼んでみたり、それで嫌って言ったら、ではご飯ないよ、あなたの分はとかね、仕事をしてないんだからとかね、そういうふうに仲良く頑張ってみた方がいいと思いますよ。これは勉強なんですね。どうやって物理的に人と仲良くするのかっていうことは勉強なんですよ。しかしどんな人間関係でも動物たちと一緒にいても煩わしいことが必ずあることはありますね。それはこの個性のぶつかり合いなんですね。
だから個性は直せますよ。猫を飼っちゃったら猫にこんにちは言いなさいって言ったっても猫の個性があるんだからね。先生こんにちはって言いませんしね。こちらはいくらもう邪魔であったっても僕は自分勝手なことをやっちゃうじゃね。だから個性は変えられません。だからね、これ理解するんですね。理解して意識しみで相手にも立場がある、相手にも権利があるということも理解するんですね。相互理解ということですか。で生活しなきゃいけないんで、いや大胆なことを妄想してらなおさら苦しくなるんで、今ももう仕事もなくて外へ出られなくて遊びに行けなくて苦しんでるのにね、なんで家の中また地獄作るんですかね。家の中は天国作ってくださいよ。皆様方はね、失踪した方はすごい正直で失踪したんですけど、他の方々はね、あれダメだったらこれでいいやっていう感じでね、一緒でも当たる剣を引いてください。外ればっかり引かないでね。以上です。はい、ありがとうございます。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが幸